IT ジャーナリストの三上洋です。突然変な動画を上げることになりました。よくある緊急で動画を増してますっていうやつの本当の緊急版でございます。タイトルの通り、実は三上がんになりましたということを報告して、ちょっとそれ今後どうやっていこうかなということをちょっと動画でお話しできればなと思っております。私はですね IT ジャーナリストとして、もうすでに30年ぐらい活動をしております。今まで健康いっぱいだったんですが、実はがんになっちゃったというお話でございまして、今日の動画の内容はご覧の通りです。この動画のダイジェストを先にやって、その後流れを説明していくという感じです。正直なところ言って私の気持ちの整理のために動画を撮っているところがあるので、お付き合いいただければと思います。まず端的に言って、がんになりました。がんはですね、実は2箇所にあるんですけれども、肺がん、肺腺がんというもので、ステージ 3B と呼ばれるものです。やや重めです。病院の先生によればですね、5年の相対生存率、5年後どのぐらい生きてるだろうということで、半分ぐらいしかないということを言われています。でもですね、根治はいける状態だそうです。ですので、これから一生懸命治療をして、治していこうかなというところです。そもそも、三上って誰なんですかという話があるので、私はですね、セキュリティ、モバイル、こういったものを専門としている IT ジャーナリストとして、10年ほど活動しております。ライター歴は30年以上あるんですが、IT ジャーナリストという名前にしたのはここ10年ちょいでございます。主にウェブの記事を書いていたんですが、現在ではテレビでの解説だったり、ラジオでの解説が多い。あと一部、大学での情報学部での非常勤講師をさせていただいているというところです。ニュース系のサイトで時々記事を書いたり、そして昨年2024年に IT 時事ニュースという本を出すことができました。テレビでは実演とか解説とかが比較的多いというところですね。その他に、ユーストトゥデイという毎週月曜日の夜9時にやってる自主制作の番組に配信企画出演をしているほか、あと YouTube では完全に趣味でカンコレ配信をやっている人間でございます。年齢は59歳、今年60になりますので、ちゃんちゃんこの世代でございます。2024年まで、めちゃくちゃ健康でした。入院もしたことありませんでしたし、大きな病気をしたことがない。なんかめまいで倒れたぐらいはあるんですけど、それもその日にすぐ治っちゃってますのでね、本当に健康だけが取り柄だったんですね。しかし昨年2024年に若干違和感が出てきました。円形脱毛症がいくつか出てしまった。多発性の円形脱毛症。ストレスもないのになんで脱毛症なのかな。もう一つはですね、膝の痛みですね。何にもしてないのに両膝が痛む。整形外科行ったんですが、別にレントゲン取っても問題はない。原因がわからないのに膝が痛かったんですね。で、しょうがなく、家族にも言われ、生まれて初めて人間ドックに行きました。11月の29日のことです。その日に腎臓のところに大きな影がありますというふうに言われました。エコーの検査で実は6センチぐらいの塊がある、腫瘍であろうということですね。翌々日にはレントゲンで肺に大きな塊がある。これも腫瘍だろうということで、2箇所も腫瘍が見つかった。これすぐ病院行った方がいいですよということで、大病院をご紹介いただきました。で、大病院がんの専門家に見ていただきました。2箇所にがんがあるということは、1箇所から転移をしている可能性があるので、もしかしたら1つのがんが体中に回ってるステージ4じゃないかというふうな可能性もあると言われたんですね。ステージ4というのは非常に深刻な状況で、なかなか根治が難しい形です。右側の腎臓に6センチ、肺にも右側に6センチの腫瘍があるというところです。とりあえず腎臓の方は実は切っちゃった方が早いというふうに言われています。腎臓の場合は片方取ってもその後は大丈夫なことが多いのでということで、12月の27日に実は腎臓片側を腫瘍ごと丸ごと取るという手術をしております。11月29日に人間ドックを受けてから、わずか1ヶ月弱でした。で、1月の2日に退院をします。腎臓の方でこれは良くなったんですが、問題は肺でしたね。1月6日に今度はその肺の検査をするということで、いわゆる気管支鏡検査ということをしまして、1月8日に退院しました。2度年末年始にですね入院してやってきたというところです。
で肺の影の状況がこれですね。左に見えてますが、実際に私の体の右側の下のところにこう丸い影が見えると思います。これがなんと6センチ強あるものですので、かなり大きな腫瘍があるんですね。これが断面図で見た状況です。これ左に見えておりますが、やはり向かってこれがかなり大きい。この6センチもうちょっとあるかもしれないですよね。こんなもんが人間の体にあって全然平気で普通に動いているという、私がんで何らか体の症状って出ておりませんから、膝と円形脱毛症ぐらいなんでね、こんなのがあっても人間生きられるんですねっていう感じではあります。で、腎臓は取った。問題は肺のがんですね。こちらは気管支鏡という検査をしました。ところがこの気管支鏡検査というものが、肺にですね、管を入れて腫瘍がある部分に水をかけたり、また生体検査っていって物を取ってきたりということをやる。咳込んだりしてですね、肺に炎症を与えたりトラブルが起きる可能性があったんですね。残念ながら私もこの気管支鏡検査でですね、肺に炎症ができてしまいまして、2度目の退院1月8日の夜に急に気持ち悪くなって、もうどうにもならなくなっちゃうというトラブルが起きました。気持ち悪くていても立ってもいられなくなって、ちょっとわーっとなっちゃう、パニックになっちゃうような症状ですね。家族もかなり動揺して救急車でね3度目入院しちゃって、ようやく検査で分かり、どうもこれ迷走神経反射という、気持ちの問題で起きるものだったようです。炎症も起きてたんですが、抗生物質を点滴することで治りまして、今現在これ撮っているのは1月の19日でございますが、この1月の19日はこの気管支鏡検査で起きてしまった肺の炎症ということは、ほぼほぼ影響がなくなっていて、もう元に戻ってますというところです。これがその状況なんですが、左がねもともとあったようなここの腫瘍があるんですが、右側がちょっとモヤモヤっとしてますが、これが少しその気管支鏡検査の後にね水をかけたところがあるためにどうしてもこうなってしまうというところですね。ただこれは、抗生物質によっても治ってきたということになります。問題はこの後です。で、1月23日治療のために入院します。治療としては病院でね標準治療と呼ばれる放射線治療、そして、標準治療の抗がん剤、最新の私の体にぴったり適した抗がん剤というものがもうすでにセレクトされていますので、それを飲んで治療していくという形です。治療自体は1月の24から3月の10日まで続きますが、退院時期は未定でございます。入院で治療をしながら状況が OK になれば退院しながら治療をするというところです。私のこの肺がんは肺腺がんだということが判明しました。これは検査で分かったことです。そしてステージはステージ 3B というものです。ステージというのはがんの進行具合で、ステージ3というものはかなり進行した状況だが転移はしていないというのがステージ3ですね。かなり進行して他の臓器に転移をしているというのがステージ4になります。私はステージ3の中でかなり進行してしまっている 3B、3B ですね。それは6センチもあるわけで、一部リンパ節にも見つかっておりますので、肺の中で広がっていることは確かだと。なので先生曰くかなり進んでいる状況というのを正直に教えてくださいました。正直かなり動揺もしました。しかしながらですね、先生曰く根治できるギリギリのラインでうまく見つかりましたよということをおっしゃってくれています。これ以上進んでしまっていた場合ですね、根治ではなくて抗がん剤によって、生き延びるということを選択することになっていたと思われます。そうではなくてギリギリ幸運なタイミングで見つかったので、根治完全に治すという治療に取り組めるということなんですね。なのでちょっと頑張ってですね、大変ではありますが放射線治療および抗がん剤によってですね、根治できるように頑張っていこうかなと思っているところです。そして今後ですが、ご覧のようにピンピンしてます。めっちゃ元気です何の支障もありませんし、仕事も普通にできてます。でもちろん1月23日から入院しますが、入院中でもですね、実は電話コメントもします。仕事という意味では実は12月1月かなり入院しておりましたが、その間でも病院から電話コメントしたっていうこともあります。そして私がですね、入院する病院
ズームができる場所がございます。すごいですね。最近の病院は Wi-Fi もあればズームができる場所があったりするんです。ですのでコメントもズームのコメント収録だったらできるよというところですね。でただですね、ありがたいことに IT のこと、セキュリティのことなんていうセミナーをやらせていただいてるんですが、セミナーについてはですね、慎重にならざるを得ない。地方へ行ったりまた90分60分喋るということがあるので、できるかできないか正直よくわからないんですね。ですので2月いっぱいのセミナーはいただいているものもですね、皆さんにごめんなさいをして、キャンセルさせていただいているという状況です。しかしながらテレビだったりラジオだったり雑誌だったりという仕事は、治療に影響がなければどんどんやっていきたいと思いますので、もしこれをご覧のメディアの方いらっしゃいましたら、三上を助けると思ってですね、仕事をいただけるのが一番のありがたい応援でございます。もちろん病気に関する取材も受けますし、ネットのことについてはですね、一日中病院におりますので、一生懸命ウォッチングして調査をしてメール等で取材をしてですね、答えられるようにしますので、どうぞよろしくというところです。あと SNS だったりネット配信だったりっていうのもね、できるだけやってきますので、どうぞ皆様今後ともよろしくねというところです。最後に気持ち悪いんですけど、応援してくださるつもりがあれば三上の本を買ってくださいまし、深掘り IT 時事ニュースという本をですね出しております。図解があったりする IT の解説本、一般向けの解説本でございますので、よければ見ていただければなという宣伝でございました。いやらしい宣伝がこんなところに入るのはいかにも気持ちとしてはどうなのかなと思うんですけど、でもですね、私自営業なんです。で自営業だとですね、仕事が止まると今すぐ治療費が足んないという状況でございますので、なんとか働き続けながら治していきたいと思っております。ようやく落ち着いて喋れるようになったので、動画にコメントとして残してみました。この2ヶ月間ぐらいね、このことを言ってなくて、一部ネット配信をお休みしたり、それから問い合わせもちょっとできなかったりみたいな形でですね、不義理もしていた部分がございました。このこと自体を公開する必要もないのかなとも思ったんですけれども、私もですね、配信者、ネット配信者としてある意味自分を全部さらけ出して生きてきたところがあって、そのためにこれを言うこと自体も多分自分としても気が楽になる寸法なのかなというところはあります。自分がどうやってなってしまったのか、どうやって対処してダメなところいいところもあるのかっていうところをすみません、お恥ずかしながら動画だったり、SNS だったり割に正直に言っちゃおうと思います。見てる方からしたら苦痛かもしれません、ご迷惑をおかけるかもしれませんが、これもネットで全てをさらけ出している人間の一つのあり方として、許していただければなと思います。というわけでちょっとね、1月23日から2週間ぐらい入院をいたしますが、その間も全然普通に生きておりますし、仕事もしますし SNS もやっておりますので、今後ともどうぞ仲良くしてくださいということでございました。以上 IT ジャーナリスト三上洋でございました。じゃあね。